ミクロネシアで最も過酷なレースに出てみた。どうも始まりました、高倉正義の妹のイモティでございます。おはようございます。眠いです。今日はですね、なんとレースにまた挑戦します。で、突然なんですけど、皆さんミクロネシアってご存知ですか？ミクロネシアっていうのは、簡単に言うと西太平洋のいろんな島国をまとめた総称みたいな。そのミクロネシアの中に皆さんが知ってるグアムとかパラオとか、あとキリバスとかマーシャル諸島とかいろいろ含まれてるんですよ。で、その数ある島国の中で最も過酷なレースが行われるということで、なんと今回はわざわざ日本関空から約10時間ぐらいかけて、なんとパラオにやってきました。もうワールドワイドに活動させてもらってます。ありがとうございます。レース経験だいたい人生で5回目なんですけど、5回目でいきなりパラオ行っちゃうっていう意味わからない経歴をさせてもらってるんですけど、いろんな出てきた中で最も長いレースです。で、距離がなんと50キロあります。で、私はもうめちゃくちゃ短距離派なんですね。50キロ大丈夫かなっていう不安もあるんですけど、コース昨日ちょっと説明会があったんで、その映像を見ていただきたいですけど、どうぞ。まず橋の上からがスタートっていう感じになります。で、100キロと50キロのコースがあるんですけど、今回出るのが50キロのコースで、赤色の線となっています。で、コース全体としてはパラオのメインの島を半分まで行ってで帰ってくるっていう感じです。で、何よりも獲得標高が 880m アップです。これはなかなかのもうヒルクライムレースと言っても過言ではないぐらい、もうめちゃくちゃ登るレースです。で、ここで、50キロと100キロの人が分かれて、でそこからだいたい 6.5 キロのアップダウンが特に激しい道へとやっていきます。で、そこから右に曲がってくねくねしながらもアップダウンを繰り返し、でそしてこのエイドステーションで、180ターンをします。だいたいこれが片道で 4.4 キロあります。そして行き来た道を戻ってきて、で最後に最大の難所 1.7 キロほどのずーっと上りが続きます。そして最後は下って、スタートしたところへ戻ってきてゴールとなります。なので合計50キロで標高獲得が880メートル以上というかなりのコースですっていう感じなんですよ。何がきついかと言いますと、まずアップダウンがとにかく多い。あとは50キロコース走る人と100キロ走る人が一緒にスタートするんですよ。分岐地点みたいなのがあるんですよ。それをちゃんと把握できるのか否かっていう不安と、一番心配してるのがパラオのね、気候なんです。雨降ったりめっちゃ晴れたりがもう激しすぎて、例えで言うとマジでうちのおかんみたいなんですよ。うちのおかんもめっちゃ怒ってると思ったら、もうなんかトイレ帰ってきたらめっちゃはーってなんかめっちゃ笑顔で晴れてるみたいな感じで、もうめっちゃもう雨がブワーって5分ぐらい降ったと思ったらいきなり晴れて虹みたいな、もうなんかそういうのが昨日到着して分かったんですけど、30分に1回ぐらい訪れるんです。それがあるんで、50キロって言ったらだいたい山も含めたら2時間ぐらいで走りきれるかなみたいなペースなんですけど、2時間あったら多分2回ぐらいは大雨が降るんちゃうかっていう予想で、めっちゃ不安ですね。それに加えアップダウンですから、ダウンの時にめちゃくちゃ雨降ってたらスリップする可能性があって、これこそあれなんですよ、ミクロネシアで最も過酷なレースと言われる理由でもあるんですよね。私としてはせっかくはるばる日本から来たんで、もちろんぜひ優勝を狙って頑張りたいと思ってます。ただ出る人も全然分かってないし、でなんなら日本人もいないんですよ。だからちょっと分からないことばかりで、コースもまだ走ったことないし、ただ聞くところに言うと、その道はすごく綺麗らしいんで、それを楽しみつつどんなレースになるかご期待いただければと思います。それではスタート前へ参ります。Cô ai áo thôi đừng quay tiền quá không chạy lên tỉnh rồi. Wie schon? In Palau? Ja, 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 ja. Voilà.
You're so tall. Yeah. Yeah, so I play baseball, but this is kind of new. Ah, Yeah. yeah. The first time I saw you, I thought you are a basketball player or something. But I play mainly baseball. Ah, baseball. That's very good. Is there a baseball stadium in Palau? Yeah, Asahi. Oh, Asahi. Asahi Baseball Stadium, yeah. Ready on 5, okay? 4, 3, 4, go! さあ、スタートいたしました。実況は私、高倉美穂がお送りいたします。今回の舞台は未開の地、パラオ。人生5回目のレースにして、またしても海外挑戦。しかも数ある島々の中でもミクロネシア屈指の過酷さを誇るレースに挑戦します。5砲と同時に数名が早速前へ。誰か実力者の中、全く見えないこのレース。イモティは不安ながらも何もかもが新しいこのレースにワクワクしています。さあ、前方には5、6名の先頭集団が形成された模様。今回のレースは100キロと50キロの2カテゴリーが同時スタート。イモティが走る50キロの部には26名がエントリー。そのうち女子は10名、イモティはこの10名のうちの1番を狙っています。この未開の土地、そしてこの過酷な条件の中でイモティは果たしてどんな走りを見せるのか。物語はここから始まります。まず1個は橋へと突入いたしました。ここはしっかりとした上り坂。もしここで離されたら50キロという長丁場、そのまま逃げられる可能性大です。イモティもここは迷わずダンシング、グイグイ食い込んで前の集団に食らいつきに行きます。ここで横に並ぶのは青のジャージの選手。なんと自転車でスピーカーをくくりつけて EDM を爆音で流しながらのライド。完全にフェス会場テンションです。日本じゃまず見られないこのバイブス、イモティの肌には合っており内心テンション上げ上げです。そして橋を渡り一気に下りへ。路面は濡れていてスリップしたら即アウトのスリル満点コースですが、恐怖心という言葉、イモティの辞書には見当たりません。ペダルを回しながらそのまま下りをドーンと突っ切っていきます。前方には2名の選手。イモティまずはこの2名をターゲットにじりじりと距離を縮めていきます。さあ、画面では分かりにくいですが、ここはじわじわとした上り坂です。前を走る選手はかなりのパワーで踏み込んでいる様子です。イモティはその選手のすぐ後ろ、まるで風よけの盾にするようにぴったりと張り付きながら進んでいきます。ちらちら後ろを確認するイモティ。映像には映りませんが、少し間を空けて 2,3 名の選手が追ってきています。イモティの今のポジションは前から2番手。もし後ろの選手が近くに来たらちょっと前変わってとローテーションしてもらうつもりのようです。というのもロードバイクの世界では最大の敵は空気抵抗。実は走行中に使っているパワーの 70% から 90% が空気との戦いだと言われています。ほんまかいな。そう思った皆さん、一回自転車乗ってみてください。なんとなく言うてること分かります。つまり風をどう受けるか、どう避けるかで速さは大きく変わってきます。姿勢、装備、そして走る順番一つで同じ力でも結果はまるで別物になります。前には5、6名の逃げがいるという情報です。ただしその中に50キロの部の選手がいるかは不明。つまりあれ、あの逃げもしかしたら50キロの選手おるかな、いやおらん、どっちという疑心暗鬼タイムです。もしあの中に50キロ勢が混じっていたら長距離レースの鉄則、逃げたもん勝ちが発動してしまいます。今ここで追わなければそのままさよならの可能性大です。しかし前を引く自信があ
りません。なぜなら今回が人生で一番長い50キロレース、しかもノンストップ。普段の練習は高強度短時間、つまり短くきつくがモットーです。イモティの練習は長くても50キロ、つまり50キロを全力で走りきれるかどうか、本人もまだテストプレイ中ということです。しかも追い打ちをかけるようにこのコース、獲得標高 880m、もうヒルクライムレースと言っていいでしょう。長距離と上り、イモティにとっての苦手科目が同時に来るというかなり厳しい条件です。さあ、無茶な舞台でイモティはどう立ち回るのか。すでにレースというよりサバイバルが始まっています。ここでイモティ、後ろから来た白ジャージの選手に前お願いとジェスチャーします。イモティのすごいところは誰が相手でも全くビビらないところ。この前のケイリー選手とのバトルでもスタート前、ケイリー選手からゆっくり行こうねと言われていました。しかしスタートの合図と同時にイモティ全力ダッシュ、見事な裏切りっぷり。この女ほんまに肝が座っています。だから今回も後ろから人が来たなと分かった瞬間、一切ためらわずにこの前行ってもらおうかと交代要求。 Yeah, I'm 50. どうやらこの白ジャージの選手は100キロの部でエントリーしている選手、しかもドイツ出身の長身ライダーで、並んで走っているだけでまるで海外プロと一緒に走っているような迫力があります。そんな中突然の激坂、しかもペースがかなり速い、ぐいぐい登っていきます。しかし今回は50キロ、しかも上りがどこで終わるかわからない。もちろんイモティ前日にコース下見などを行っておりません。どんな路面状況でどんな地形なのか全く分かっておりません、この女ですので、ここで無駄に力を使えば後半で確実に月が回ってきます。体力を温存したい、でも置いていかれてはダメだ。イモティはダンシングを使わず淡々と一定ペースで登る選択をしました。それが正解のはずですが、荒い呼吸からも分かる通り心拍数だけ上がって体力が確実に削られています。青ジャージの選手に後ろにまだ2人おるでとそっと伝えます。もしよかったら後ろに下がって少し休めるよという意味も込めてのサインだったようです。というのもこの青ジャージの選手はイモティと同じ50キロの部のライダー、つまり彼は仲間であり同時に風よけ、残ってもらわないと困る存在です。 Go ahead. 先に行く、それとも俺が行こうかと声をかけられた瞬間、イモティは間髪入れずお願いしますと即答。遠慮ゼロのスピード交代成立です。こうしてイモティは3番手に収まり、先頭を走る白ジャージの選手を警戒しつつ進んでいきます。イモティの前を引く青ジャージの選手、かなりきつそう。それもそのはず、ここまでずっと先頭で風を受け続けてきました。先頭とその後ろではまさに別世界。もし立場が逆だったらイモティはもう脱落していてもおかしくないレベルです。ここで青のジャージの選手が再び1番手、かなり体力がありますこの選手。イモティは無理に前へは出ず、しっかり3番手キープです。前の動きを見ながら賢く体力を温存していきます。おっと何か避けています。犬、しかも下り坂で犬、これ自転車乗りにとってはマリオカートのバナナのカーと一緒。ほんまにやめてほしい。下り坂で乗る犬、これ本当に勘弁してほしいやつです。ロードバイクは石ころ一つ踏んだだけでも転倒しかねない、自転車の中でもトップクラスでコントロールがシビアな乗り物。日本では野良猫に気をつけていくくらいはありますが、下り坂に野良犬、これはなかなか経験できません。この瞬間、私今海外でレースしてるわと全身で実感するイモティ。風、スピード、坂、そして犬、これが未開の地パラオの洗礼です。この集団のさらに前方には5、6名の逃げ集団がいるとの情報。その中に50キロの宇野選手がいればこのまま逃げられる可能性大。つまりここは体力を削ってでも追わなければならない場面です。ここでイモティポジションを一つ下げます。なぜならここは微妙な上り区間。イモティの作戦はシンプル、
つい上りは後ろに隠れてラクダ上りだけ前に出る、完全にしんどいとこだけ人に押し付ける、人に嫌われる戦い方です。それにしてもこのコースアップダウンがエグすぎる。映像では平坦に見えても実際はずーっと上り、ここまで来て本物の平坦はほぼゼロ。上っては下り、下ったらまた上り、インターバルトレーニングをしているようです。しかも路面は濡れており、本当なら下りで休みたいところですが、スリップしたら即レース終了。気を抜く暇が1ミリもありません。さらに怖いのが南国名物スコール。この日の前日も晴れていたと思ったら台風レベルの雨が来て、数分後またすぐに晴れるという、なにわの女にとっては意味不明な天気が何度も繰り返されていました。もしスコールが来たら路面が濡れるどころか雨が強すぎて前が見えなくなる地獄。自転車レースというよりサバイバルアドベンチャーです。今はとにかく祈りながらペダルを踏み続けるしかありません。イモティ、後ろの選手に前に引いてと合図を送ります。しかし後ろの選手も考えることは同じ。今は前に出ず体力を温存したいと静かなチキンレース状態です。そんな中で先頭が交代。これまでずっと風を受け続けてきた青のジャージの選手がついに後ろへと下がってきます。前を走る白ジャージの選手は身長が高くてまさにパワー型、重たいギアをゴリゴリ踏みながらゆっくりと登っているので一見楽そうに見えますが、実際はしっかり足を削られるなかなかえぐい坂です。さあここで下り区間に入ります。なんとイモティここで先頭へ飛び出しました。下り坂をペダルを回しながらガンガン加速。これには2つの狙いがあります。1つは少しペースが緩んで集団の気が抜けかけていた流れを一気に引き締め直すため、そしてもう1つがイモティお箱の腹黒作戦、計算されたポジション取りです。この集団は5人編成、そしてイモティはずっと3番手にいました。先ほど後ろの選手に前を引いてもらおうとしましたが誰も出る気配なし。ならばとあえて自分から先頭に出てローテーションを強制的に動かします。そうやってはい次どうぞの流れを作り、最終的に一番美味しいポジション5番手、つまり最後尾に滑り込む作戦です。そして狙い通りイモティは見事に最後尾をゲット。ローテーションあるあるなのが先頭を終え交代する間足を休めすぎて最後尾に入るときに前との距離が空いてしまい無駄にペダルを踏む羽目になること。イモティはそれをできるだけ避けたいためこの交代をあえて下り坂の途中で実行しました。そのため少し間が空いてしまっても下り坂なので焦らず無駄な体力を使わずに進みます。足を使わずにポジションを奪う計算された賢いムーブです。体力に自信がない分頭を使って挑んでいきます。とはいえイモティの脳みそサイズ感で言えばほぼカニみそ。たとえ一瞬だけ冷静に考えたとしても最後はだいたい力イズパワーで解決するタイプ。正義こそジャスティス、運命のディスニー、毎日がエブリデイ。知略量にもパワーでねじ伏せる系ヒロインでございます。ここで白ジャージの選手が先頭を終えて後ろへ下がってきました。するとイモティまたしてもずるい動き。ほらここ空いてますよと言わんばかりにわざと前との距離をスーッと当てていきます。人間って差し出されたパスを受け取ってしまう生き物。しかもこの集団の中で唯一の女子がイモティ。白ジャージの選手ここで無視して最後尾に入ったら女の子に前を引いてくださいと言われたのにそれを無視して最後尾につく俺になってしまうわけです。これは男のプライドがなかなか許せません。それを分かっているこの腹黒女イモティは何食わぬ顔で最後尾につき体力はしっかり温存。こういったところでも心理戦が働きます。またもや下り坂に入りイモティはここでストレッチを行っています。長時間同じ姿勢で踏み続けているとふくらはぎや太ももがつりやすくなります。ロングライド経験者なら一度は味わったことがあるあの地獄です。イモティの経験上こまめにストレッチを行いながら走っているともしつってしまっていても症状が軽くしかも回復が早いことが分かりました。だから下りで足を止められるタイミングには腸腰筋、ふくらはぎ、腰、太ももの裏を意識してストレッチしています。実はこれを学んだのは兄のマサから。このチャンネルの動画を編集しているのはイモティでありイモティがマサのレースの動画を編集していた時マサが頻繁にストレッチを行っていることに気づき試しに自分もやってみたところ驚くほど体が楽になり長時間乗っても疲れにくいことに気がつきました。そこからイモティは足を止められるタイミングになると必ずスト
チを行うようにしています。誰よりも兄の走りを見てきた妹、コーナーの曲がり方もペダルの回し方も教わらなくとも知らず知らずのうちに体に染み込んでいるのかもしれません。時々イモティの話し方がまさそっくりになるのも一日中編集で兄の声を聞いていたせいかもしれません。一行はまたしても坂へ突入しました。一体何回登らされるんでしょうか、このコース。そして先頭を引くのは序盤でイモティの後ろについていた選手。いやもうこの人とんでもなく体力があります。上りにもかかわらずペースを落とすどころかむしろギアを上げてガンガン登っていきます。集団の意識が一気に研ぎ澄まされます。さあまたもや下り区間、イモティは姿勢をグッと変化して足を使わずスーッと下っていきます。その流れでイモティポジションを上げて前へ。同じ50キロの部の青ジャージの選手に最初の方に逃げていた集団の中に50キロの選手おると聞いたかったようです。しかしここは下り坂、しかも暴風。何か答えてくれていますがイモティは全く聞き取れない。なんで今聞いてもうたんや私。自分でツッコミを入れながら笑ってもうてます。やはりそれだけ前の逃げ集団に50キロの選手がいるかどうかが相当気になっている様子。ただイモティの表情を見る限り体力はまだ残っていそうです。この緑のジャージの選手も50キロのブロ選手、つまりこの5人の集団のうち3人が50キロ組。ここからの動きがレースの行方を大きく左右しそうです。ここで鬼引きしていた選手が最後尾へと安定を下げます。そしてまたしても上り坂、まさにわんこそば状態。やっと下り坂が来たと思ったら次の坂が出てくる。終わりの見えない上り祭りです。ここで先頭交代、50キロの部の青ジャージの選手が再び前へ行って鬼のようなペースで集団を引き始めました。イモティも必死に食らいつく。そして20キロ地点、100キロの部の選手とはここでお別れです。50キロの部は3人に絞られ、イモティは現在2番手。目の前には長い長い坂が待ち構えています。さあ集団は3人に絞られました。イモティここからどんな動きをしてくるのでしょうか。そして体力はまだ残っているのか。前の選手かなりのペースで引いています。後ろ姿からも分かるようにかなりきつそうです。イモティそれを必死に食らいつきます。おっとイモティが青ジャージの選手をぶち抜きました。まさかの現在1番手、状況が理解できません。イモティここで勝機を失ったんでしょうか。イモティ後ろをちらり、残り30キロです。選手たちの姿が見えていません。この状況、これはもう完全に逃げる気です。さっきまで風乗り前やとあれほど振ってこうやって必死に後ろに隠れていたイモティが今やその風を全身で受け止めながら一人で爆走中。さっきまでの身長派どこ行った。正直頭おかしくなったんこいつと言いたくなく変貌ぶり、容赦なく距離を広げていきます。陸の列車で最も過酷と言われるこのレース、それだけでも前代未聞なのにそこからさらにとんでもない展開を上書きしてくるイモティ。この女一体何を考えているのか。もしかしたらもう考えていないのかもしれません。本能のままいけると感じた瞬間に行ってしまうタイプ。今日のイモティはどこまでこの無茶をやりきるのか誰にも予想できません。しかし掟破りの人生を歩んできたイモティ、中学1年生の頃は定期テストで勉強したことが全くなく最低点数は18点。授業中に勝手に一人抜け出して校庭の紅葉を楽しんだりしていました。何してんのね。そして中学2年生になると勉強が楽しくなってきてしまい成績は
V 字回復。しかし中学3年生になると急にピアノで高校に行きたいと言い出し、本来なら幼少期から習わないとできない音感テストを猛勉強し、勉強にも妨げになる携帯はもうガムテープで何重にも巻いて金庫にぶち込み、毎朝3時に起きてピアノを練習してから学校に行ってなんとか希望校に合格。しかし高校に入っても周りは音楽エリートばかり。劣等感に苛まれ、毎日帰りの電車で泣く日々でした。どうにか他の子たちと同じレベルになりたいと思ったイモティは毎朝始発の電車に乗り、授業が始まる前に朝6時半から学校でピアノの練習、さらにお昼ご飯を友達と過ごした経験は少なく、お昼は食べずにまたピアノの練習をしていました。また高校3年生の頃は音楽の成績優秀者しか出れないコンサートにどうしても出たく、学校をサボり、逆に今度は家で10時間以上のピアノ練習、そして見事出場を果たし、また音楽大学にも合格しました。そして兄の YouTube 活動を手伝ううちに180度路線並行、大学中在。今まで指先が叩くのは鍵盤だったはずがキーボードに変わり、気づけばピアノの椅子ではなく自転車のサドルに座っていました。自転車を始める前と始めた後では体格も別人のようになり、よく何を目指してるのと聞かれますが、この経験からも分かるように今したいと思ったことをやってるだけで長期的に何かを目指してるわけではありません。この女、逆に言えば長期的に何かを目指したいと思っていたらきっと2年前ロードバイクも始めていないことでしょう。すでに今だけを考え闘牛のように突き進んできた妹、そして彼女が今したいことは、私が走っている姿を誰かが見て励ましたい。兄を超えることはできないけれど私なりに自転車の面白さや可能性を広めていきたいという思いです。だからこそ人生5回目のレースでパラオという未開の地でミクロネシア最も過酷なレースに出場し、型破りな挑戦をしています。ペダルの踏み方は彼女の生き様のよう猪突猛進で踏み続けています。さあここからが本当の地獄です。この先のコースはこれまで以上にアップダウンが激しい区間です。今までもずっと上って下ってを繰り返してきていましたが、これからはそれがさらに悪化していきます。そんな中でイモティ、本来は味方につけるはずだったあの青と緑の選手2人を置き去りにしてたった1人で突き進んでいきます。しかもペースはかなりいいです。今はまだ踏めていますが、しかしこの地獄があと30キロも続きます。平坦ならまだしも坂の連続、この無茶な人間果たして最後まで持つのか、それともどこかで飲み込まれるのか。イモティの大博打、ここからが正念場です。イモティ下りでもペダルをガンガン回して突き進みます。実はイモティこれまでの下りのスピード感に気づいていました。先頭を走る選手でさえ下りではみんなペダルを回さず慎重にスピードを落としながら進んでいました。これには理由があり、濡れた路面です。もし転べば骨折で滑ればまだマシな方、最悪の場合ここで選手生命は終わってしまいます。だからこそ他の選手は安全を優先してスピードを抑えていたのです。しかし後方にいたイモティはそれが見えていました。この下りみんな慎重すぎ、ここならもしかしたら自分の方が早いんちゃうか。もちろんリスクあります。一歩踏み間違えれば石ころ一つで終わる世界です。それでもイモティは上りでは追いつかずとも下りなら差を広げられると信じました。山の下りはただ速いだけでは走れません。ブレーキング、コーナリング、バイクコントロール、そして恐怖心のコントロール。しかもこのレースは濡れた路面に突然現れる野良犬という不確定要素付き。それでもイモティはこの下りにかけると決めました。兄であるマサがイモティに言い続けてきた言葉があります。拳は熱く頭は冷静にという言葉です。全力で踏み続けている時ほど視野が狭くなり、一瞬の判断ミスが全てを壊してしまう。だからこそどれだけ苦しくてもどれだけ気持ちが燃え上がっても頭だけは冷静でいなければならない。拳は熱く頭は冷静に、それがこの言葉に込められた意味でした。イモティは8月の鈴鹿のレースでそれを守れませんでした。踏めば踏むほど気持ちが先に走り判断が遅れ、悔しい結果につながりました。あの悔しさが今も胸の奥に残っています。だから今この危険な下りと孤独な逃げの中でイモティはただ速く走るだけではなく、
自分をコントロールしながら進んでいます。このレースは足の勝負であると同時に過去の自分との勝負でもある。イモティはあの言葉を本当に体現できるのか。この逃げの行方はその答えを映し出そうとしています。さあ、イモティの表情からも分かるとかなりきつそう。それでもスピードは全く落ちません。おっと、ここで先導バイクに追いつきそうです。先導バイクもこんな勢いで下ってくるとは想像していなかったでしょう。慌ててアクセルを回し、イモティとの距離を取ります。とにかくこのレースアップダウンしかありません。初めて100キロライドに挑んだ時、兄が言っていた言葉があります。下りの最後で加速して、その勢いのまま上りに突っ込めば実質それは上りではないという謎理論。イモティは今まさにその走り方です。下りの勢いを使って上りの最初の部分を一気に駆け上がっていきます。こういうどこで踏むか、どこで足を使うか、こういった小さな判断が大きな差につながっていきます。それにしてもなぜこのレースがミクロネシアで最も過酷と言われるのかよくわかります。ここでコースマップ上では左上の部分に差し掛かっていきます。下り坂に入るとイモティはまたもやストレッチ、体を伸ばしながら少しでも疲労をためないようにします。姿勢をグッと低くして風を切りながらスピードを維持します。後ろとの差を少しでも広げようと必死です。この下り正直かなり気持ちいいです。風を感じながらスーッと流れていく感覚は最高です。しかし問題はその先。この先には U ターンが待っています。つまりこの道をそのまま引き返すことになります。今は天国みたいな下りでも帰りは地獄の上り。この長い長い坂を今度は登らなければなりません。気持ちよさと絶望が同時に押し寄せる最も複雑な瞬間です。イモティ後方をちらりと確認します。後ろにはまだ選手たちの姿が見えていません。しかしこのままイモティも体力がずっと続くわけではありません。イモティかなりきつそうな表情をしています。イモティ果たして体力はまだ残っているのでしょうか。ここでイモティボトルの水を口に含みます。これはもう明白です。つい先ほども足を伸ばしていたにもかかわらず、ここでまた行うとはイモティ足がつっています。残り25キロという致命的な時点での痙攣。ここで足をつればレースは愕然とし、後続の心配どころかゴールにたどり着けない可能性すらあります。表情に浮かぶのははっきりとした焦り。しかし焦ったところで何も始まりません。ここで思い出されるのは以前の上海レースの時、石井君もそのレースに参加しました。その時に石井君が言っていた一言、レース後半ずっと足つってたわ。そう語った石井君の言葉にイモティは衝撃を受けました。強い選手は足がつってもなお勝ちたいという渇望だけでペダルを踏み続けられるのだと。足がつったら終わり、その概念はあの時粉々に砕かれました。だから今この瞬間もイモティは石井君の言葉を信じてつってもいけるというバグった価値観で突き進むイモティ。これはもうメンタルが昭和です。やはりこのロードレースという競技の残酷さを改めて思い知らされます。マラソンは着地衝撃によって心肺の限界より先に筋肉や関節が壊れてしまいがちです。しかしロードバイクは違います。地面からの衝撃が少ない分、心肺の限界ゾーンまで追い込めてしまうのです。イモティの兄マサが実業団選手だった頃、マサが練習しすぎた日のその日の晩ご飯で完全にホラー映画の呼吸をしていました。理由は肺疲労。息を吸ったり吐いたりをしすぎて肺を動かす筋肉が悲鳴を上げていたようです。それを妹は何この人と茶碗片手に冷ややかな目で見ていました。その妹がパラオという未開の地で足をつりながら集団から逃げています。血は争えません。イモティの体にも限界を超える DNA が刻まれていました。しかしながら母や父はスポーツとは無縁の人生。どうした DNA？ 突然変異か、それとも進化か。このペダル一踏み一踏みがその答えを今まさに刻んでいます。ここで持ち手を変えます。イモティ満身創痍。長時間ハンドルを握り続けたことで血流が滞り、手にしびれが出てきました。普通
の人なら坂道でしびれが来ていたら休憩するはずですが、イモティは気のせいと言わんばかりにペダルを回してきます。画面からも伝わるように激坂です。そして最大の敵、下り坂いつ来るんかわからん問題が発生しています。あと5メートルで坂が終わるなら全力で踏みますが、あと500メートルならここで全力で踏んではいけません。どこまでセーブすべきなのかわからないイモティ、不確定な未来と戦いながら坂を登っていきます。ここで一気にギアを重くし下り坂を下っていきます。上ハンドルを握るのと下ハンドルでは見た目の差はわずかですが、実は空気抵抗に大きな違いがあります。ある実験では時速35キロで走行した場合、上ハンドルを握った時では約250ワット、下ハンドルを握った時では約220ワットで走れたいう結果が出ています。この約30ワットの差は長距離レースにおいて非常に重要な意味を持ちます。そして現在イモティは下り坂に入り、空気はもはや壁のように感じられるため、下ハンドルで体をギュッと縮めて風をナイフみたいに切っていきます。ここでイモティちらっと後方を確認します。しかしいません。後ろは静寂、まるで無人のヒルクライム。しかし油断は禁物です。見えないだけで忍者のように追ってくる可能性もあります。イモティ緊張感を保ったまま一人きりの上り坂をぐいぐい進んでいきます。さあついにやってきました。呼吸ポイントで180度ターンです。と思いきやここで事件発生。まさかのシンクミス。一瞬コースを間違えます。 Thank you. そして見てください。声に吐きゼロ、応援にもノーリアクション。完全に戦闘モードのイモティです。 Am I first or second? Or third? ここで前に選手がいるのかと聞きます。 What? I'm number one. I'm number one. ナンバーワンとのこと。まさか現在総合トップなのでしょうか。一瞬笑顔を見せますがすぐに笑顔が消えます。もう一度先ほどの映像をご覧いただきましょう。英訳で1位という単語はファーストプレイス、2位はセカンドプレイス。 Am I first or second? Or third? First? Okay. What? I'm number one. Okay. ナンバーワンと言っていました。イモティは考え始めます。もしかしてナンバーワンというのは1位ではなく、あなたが一番よみたいな意味で言ってるのでしょうか。だとすると前にはまだ集団がいて喜んでいる場合ではないのではないか。完全にわからなくなってしまいました。しかし前に進むしか選択肢はありません。さあイモティ、今度は来た道を逆走しながら反対車線をチラチラ見ながら警戒モードです。来ました。後方からライバル登場です。イモティここでニコッと笑顔で挨拶します。しかしこれは完全なるフェイクスマイル。もう一度リプレイです。すれ違った瞬間はニコニコ真顔です。これは演技派女優イモティです。実際のイモティは満身創痍のはず。足はつりかけ、呼吸は乱れ、自然に笑える状況ではありません。それでもあえて笑う。なぜかイモティを追いかけてる選手はイモティの笑顔を見る限り、あの人余裕そうやん、俺ヘトヘトやのにとメンタルダメージが入るからです。ロードレースは限界域では 99% がメンタル勝負とも言われます。心が折れたら足も終わります。それを本能レベルで理解しているイモティ、これは演技が天性の戦略か、それとも普通に挨拶したかっただけなのか。しかし確実に相手の心を削りました。しかし安心はできません。180度ターン直後ですれ違ったので距離はほとんど開いていません。それが分かってしまったイモティ、ここでスイッチ完全オンです。来た道をパワー全開で爆走します。そしてここでイモティは後方から数えて3番目の選手とすれ違います。イモティから数えて2番目の選手とはおよそ10秒差。この差ロードレース界ではちょっと頑張れば届いてしまう距離です。ここで最悪のシナリオ、3番手が2番手に追いつき2人で仲良くトレイン形成することです。ロードレースの最大のボスは風。2人で走れば後ろの選手は風を避けて足を温存でき、疲れたら交代しながらペースを維持できてしまいます。それに対してイモティはずっと1人で風に正面衝突。これはもう物理的に不利です。後ろが連携しないことをただただ祈るしかありません。焦り
みが走りに混ざり始めています。体力がメンタルによって削られていく瞬間です。そんな中、イモティの脳裏に浮かぶ言葉、拳は熱く頭は冷静に、2番手が来たらどうしよう、2人でもし追いつかれたらどうしよう、考え出せば不安は止まりません。それでも今できることは一つ、自分の走りを続けること。残り約17キロ、この極限状態でイモティは冷静さを保てるのでしょうか。何やら口にしています。自分自身に言い聞かせるように言葉を紡いでいるようです。しかしその表情、この極限状態でなぜか微笑んでいます。何があったんでしょう。しかしそれは誰かに見せるための笑顔ではなく、内側から自然に湧き上がったものに見えます。イモティ、この瞬間こう考えていました。こんなパラオという素敵な場所で自転車に乗れるってめちゃくちゃ幸せなことじゃないと。もし怪我していたら、もし病気だったら、このしんどいっていう感覚すら味わえなかったかもしれない。そう思った瞬間、苦しさの中にありがたさが見えてきます。苦しみも楽しみに変えるメンタルの奥義をここで発動したイモティ、このマインドセットは一体どこで身につけてきたのでしょうか。イモティ、先ほど曲がったコースの左上ゾーンに帰還です。残り約15キロです。ですがこの15キロという距離、人生で初めて走ったレースの時と比べれば3倍以上の距離です。数字だけで足が震えてきます。さらにここから約 1.7 キロのロングヒルクライムが待ち構えています。今までは少し登ってまたすぐ下りというコースでしたが、しかしこれからはノンストップで足を焼きに来る鬼坂が来ます。しかもイモティ、実は上りが大の苦手です。一番好きなのは漕がなくていい下り坂。もう彼女に向いてるのはロードバイクじゃなくてきっとオートバイでしょう。それでもこの坂を越えなければゴールはありません。イモティ、これから運命のヒルクライムへと突入します。ここでイモティ、再びストレッチを入れます。そしてはーっと息が漏れました。かなり呼吸が上がっているのが分かります。それでもイモティ、こまめにギアをチェンジしながら登っていきます。ギアを適切に変えることで足への負担を分散させ、ペダルの回転数、ケイデンスを一定に保つことができます。踏みすぎてパワーを無駄にしたり、逆に軽すぎに空回りすることも防げるため、この細かいギア操作が厳しい上りでの生命線になっています。イモティ、ギリギリのラインで耐えています。さあイモティ、ついにやってきました。本格的な 1.7 キロのヒルクライムです。表情が一気に険しくなってきています。しかしここでイモティ、焦りません。まず第一に考えたのは落ち着くことです。選ぶギアは本来踏みたい重さよりも一つだけ軽いギアです。ペダルの回転数を上げ、一定のリズムを刻みながら登っていきます。終わりが見えない、永遠にも感じてしまうこの長い長い登り坂。そんな中、イモティの頭の中で一曲の音楽が流れ始めます。それは山での練習のために携帯のスピーカーで聴いていたあの曲。イモティは今その曲は頭の中でループ再生しながらテンポに合わせてペダルを回しています。これには理由があり、以前プロチームの大分の選手たちと合同で練習させていただいた時に、山はどうすれば速くなりますかという質問に対してリズムが大切という言葉をいただきました。それまでのイモティは上りの序盤で頑張りすぎて体力を使い切ってしまい、スピードが落ち、そして少し回復したらまた全力、その繰り返しで山を登っていました。しかし学んだ今、違う走り方をしています。その意識を身につけるためにもイモティは音楽とともに山を登り続けていました。今その練習がここで生きています。
I'm like 1 or 2? Okay, thank you. イモティが再び補給ポイントで着順を聞きます。なんと今回もナンバーワンだと。これはもう確信してもいいでしょう。イモティ現在総合トップです。スタート前にかけていった5、6名の選手たちは50キロの部の選手ではなく100キロの部の選手たちでした。ですのでイモティの前にはもう誰もいません。女子1位どころか現在男女混合1位です。ナンバーワンという言葉の意味が晴れたイモティ、先ほどの足取りとは違いぐんぐんとペダルを踏んでいきます。表情も少し明るくなったような気がします。しかしそれと同時にここまで来たら絶対に1位を取らないといけないとのプレッシャーもあります。後ろから来るのは男性ロードバイカー、女性と男性では圧倒的に男性の方が体力や筋力があります。どう考えても逃げ切るなどありえないでしょう。地獄のように長かった坂道がついに終わりました。この先は短いアップダウンを越え平坦区間に入り、来た道を戻ってゴールです。本来なら耐え切ったと言っていい局面です。しかしイモティはもうすでに限界を超えています。足のつりは収まるどころか悪化し、完全に苦悶の表情を浮かべています。どんなに感覚が麻痺していても漕ぎ続けるこの神経、正直どうかしているとしか思えません。それでもイモティは下ハンドルを強く握りしめます。そして下り坂、とんでもないスピードで突っ込んでいきます。ここまで来たらもう勝ちたいです。後ろから来るのが男だろうが関係ない、両足が同時につろうが関係ない、理屈も条件も言い訳も全て置き去り、残っているのは根性だけ。この根性が人一倍どころではありません。イモティ完全に覚醒しています。恐怖も痛みも限界も全て踏み越えたその先、ペダルを踏む姿、まさに勝負師です。これは意地でも執念でもない、今この瞬間を勝ち取りたいというその思いだけで彼女は走っています。横から声援を送りながらイモティを追い越していきます。そしてイモティ先導バイクをまた追い越しました。これは完全に想定外。先導バイクがこんなにも早く選手が来るとは思っていなかったのでしょう。焦った先導バイク、慌てて再びイモティを追い越して前に出ます。イモティ思わず苦笑いしてます。それほどまでにイモティのスピードが異常だということがここで分かります。限界を超え、それでも減速は決してしない。このレースは今完全にイモティのペースで進んでいます。そして手にもしびれがかなり出てきました。必死に指を動かし感覚を呼び戻そうとします。そして意識も少しずつ遠のいていきます。もう考えて走っているのか本能で動いているのか、もはや本人も分かっていません。イモティは今残っている全てで走っています。ゴールは近いですが、このあと少しが一番長いです。まさかのイーヌがやってきました。どういう状況でしょうか。噛まれると思ったイモティ大成功です。これは桃太郎の世界なのでしょうか。犬が走ってきて一緒に走ってます。誰が予想できたでしょう。この展開面白すぎます。さあリプレイです。イモティを待ち伏せするかのように飛び出してきた犬、しかもかなりでかい犬です。状況を理解できないイモティ、思わずNo way! とイモティの中のアメリカ人が出てきます。犬は面白がってついてきていますが、イモティは噛まれると思って叫びながら必死に逃げます。しかしここは上り坂、思いっきりペダルを踏まないと犬に追いつかれてしまう。しかし両足はつってる地獄。左足にはでかい犬、取れ高の神、イモティ持ってる女です。面白すぎます。この光景、アニメのようなことが起こりました。前の先導バイクのイモティが思いっきり叫ぶからびっくりです。必要以上の体力を使ってしまったイモティ、思いがけないハプニングに朦朧としていた意識が一気に研ぎ澄まされます。下ハンドルに持ち替えイモティ現在総合1位、間もなく
ゴールです。イモティストレッチを挟みながらただ一人で前へ進んでいきます。50キロのレース、30キロ地点、ここで単独逃げ、しかも偶然ではなく自ら決めに行った逃げです。集団もいない、駆け引きもない、頼れるのは自分の足だけ。これは異例です。誰がこの展開を予想できたでしょうか。そして間もなくゴールです。イモティ心の中で自分に言い聞かせます。最後や、いけるぞ。足はもうずっとまま、回復する気配はもうありません。楽になる瞬間ももうないです。それでもここまで来ました。どんなにきつくてもここまで走ってきたなら最後まで走り切る。もう限界を超えています。今のイモティはもう体で走っていません。魂で走っています。痛みも恐怖も全て置き去りにしてただ前へ。ゴールはもうすぐそこです。行けイモティ。そしてついにスタートした橋が見えてきました。戻ってきました。ついにゴールです。しかしここでハプニング。イモティゴールどっちと叫びます。まさかのイモティゴールをミスりました。さすがやらかしの女王、最後の最後にやってくれました。イモティはスタートした橋そのものをゴールだと思っていましたが、しかし実際のゴールはそこから少し横に受けた位置でした。急いで引き返します。アドレナリン全開のイモティ、前のバイクもイモティの覇気にビビり返事すらできていません。そしてついに全ての痛みを抱えたまま、全ての恐怖を振り切って、全ての限界を踏み越えてついに来ました。50キロの終点、限界のその先、魂の走りでここでゴール。ついにイモティフィニッシュラインを突っ切りました。Thank you so much. I thought the goal was there. I'm so sorry. Oh my god. Awesome. Thank you so much. おめでとう。Thank you so much. I'm the winner. 兄のお下がりのバイクをもらって始めたロードバイク、そこからわずかレース人生5回目、ミクロネシアで最も過酷と言われるレース。結果は女子1位どころか男女混合総合1位、異例中の異例です。ここにイモティの伝説が始まりました。I did it! I did it! 勝ちました。やった。1位。ナンバーワン。Thank you. 路面は濡れ、落車の危険性が常につきまとう過酷なコンディション。しかも人生で出場した中で最も長い50キロのレース。獲得標高は880メートル、ほぼヒルクライムレースと言っていい厳しさです。まさかの犬に追いかけられるというアニメのようなハプニングまで発生します。それらを全て乗り越え、たった一人で逃げ、痛みと恐怖と限界を超え、最後はゴールすら間違えながらも男女混合総合1位。こんなレース誰が予想できたでしょうか。これは奇跡ではもうありません。イモティという生き方の必然の結末と言ってもいいでしょう。最高のゴールです。はい、ということで、結果
1位でした。ありがとうございます。マジですがすがしい1位でした。女子1位とかじゃなくて総合1位でした。もうね、もう気持ちいいってしゃあないです。まあ最初始まってで最初のなんか集団がこうかけていったんで、あ、その中にもしかして50キロの人が含まれてんちゃうかなって最初思ってて、で私はその集団の2個目の集団におって、あれこれもしかしたら2位しかない、2位か3位しかないんちゃうかなと思いながらも不安ながらこうなんとかついていって、でそれでだいたい5人ぐらいの集団で、最初の25キロ地点をこう、後ろにずっとつかせてもらって、でとにかくアップダウンがすごくて、で、その100キロの人と、50キロの人がこう分かれる時があったんですよ。でそこの分かれる時になって、もうなんかあれこれ1人でいけるんちゃうかなって思い出して、でそれでずっと前引いてくれてたそのパラオのチームの、青のジャージの人を抜かして、そっからもうエイドステーションになって、私1位2位みたいな聞いて、でそれで最初の時になんか1位みたいな感じで言うから、いやなんか1位頑張れの1位なんか、それともあんた1位やで今のどっちだか分からんくて、まだ分からへんなってもずっとこき続けて、でそれもまたアップダウンが意味分かんないぐらいすごくて、で最後のエイドステーション行った時に1位私1位2位って聞いたら1位って言ってて、よしじゃあこれは来たと思って、ただその後ろでその25キロ地点の時に離れた青のジャージの人後ろにいるのは分かってたんで、その人がもしかしたらめっちゃまだ体力が速いかもしれへんっていうので、このもう逃げの来るかな来えへんかな、もう逃げ続けないといけないこの恐怖感でもうひたすら走り続けて、でそれで最後の殺しにかかる坂がほんまにきつかったです。なんか今まではだいたい1分ぐらいで登りきって、でそしたらまた下りがあって、でまた1分登ってで下りとかやったんやけどもう10分ぐらいずっと登りで、そこはもうなんかとにかく、今までプラス選手と一緒に走らせてもらったりした時に、登りどうしたら速くなりますかって質問した時にこうリズムをこう取るようにしたら結果的に速く走れるよみたいな感じで教えてもらって、でそれをこう思いながら、2年前までは私ずっとピアノやってたんで、そのリズム感覚っていうのは私の中であったんで、頭の中で流しながらはっ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 一生こぎ続けて、帰りはちょっと上りありながらこう平坦になりながらっていうので、気がつけばですね、総合1という素晴らしい結果になりました。自分で言ってるけどほんまにいいレースでした。まとめると、パラオ最高これでいいんかほんまにということで、優勝したので、このパラオの綺麗な海にダイブして終わりたいと思います。優勝しました。皆さんご視聴ありがとうございました。おめでとう。じゃあどうぞよろしくお願いします。それではさようなら。気持ちいい。Next is we're going to award the top female for the 50K. First, the top female 50K rider that came in today with a time of 1 hour 41 minutes. Oh my god! Thank you so much. Sorry, my English is not good, so I read this. Hello everyone. My name is Imoti, and I'm road bike influencer in Japan. I have an older brother who started a YouTube channel 4 years ago. While helping him with filming and editing, I received his old road bike 2 years ago, and that was the beginning of my cycling journey.
Until then, I had been playing the piano since I was 6 years old, and the sports were never a part of my life. Once I started cycling, everything changed. And over these past 2 years, I've met so many people and seen so many beautiful places and discovered how fun and exciting this sport can be. My dream is simple. I want someone to see my effort and think if she can do it, maybe I can try too. Yeah, and even if it's just one person, I want to be someone who inspires others to take their first step. And this time, being invited to this race in Palau, I experienced the warmth of the people and the beauty of the nature and the incredible energy of this event. I truly fell in love with this country. Yeah. Anyway, today was too tough for everyone, so please get some good rest. Yeah, thank you so much for everything. And yes, I'm Beauty, and also the beast on the bike. Thank you so much. Right. Thank you so much. I'm the winner.